少しカーブの先が読めるようになってきた、はい、まあ前に比べるとだいぶ全安然心して、違います、はい、カーブに近づけるようになっうん、た、でね、すごいこと聞くけど今走っててあれカーブのどっから曲がってます？気持ちはそのカーブの内側あるじゃないですか。はいはいはい、はい、カーブのインコースっていうんです、はい、そこの角度がこう曲がり始めたぐらいから入る、のつもりなのね、はい、気持ちはだいぶ違うよね、あるんですけど後ろから見てるとあ、本当ですか？いやというのは、はい、やっぱり遅れるよね。あ、でもそれはあるかもです、ね、それと、はい、そこのさっき大体その、120、90ヘアピンとかやってたけど、うんうん、入ってから違ったりとかしてるし、はい、でカーブに合わせて曲がり方って本当は違うはずじゃない。はい、でも一緒になってます。一緒になってるよねというのもあるから、もちろんそんなレースじゃないから理想的なことはやんなくていいんだよ、はい、そうじゃなくて余裕があって、もっと言うとどうにでもできる、この先また曲がってます、もっときつくなってますっていうことがあっても大丈夫なようにどうやったら対応できますかっていうことのために、はい、どっから曲がり始めるか、つまりね、うん、何が大事かっていうと、そこの曲がり始める場所によってはどんどん余裕ができるんですよ。あ、その入る場所のところで。そうです。で、一般的には、はい、こんなこと言うとあれですけど、ちょっと衝撃的かもしれないんだけど、うん、カーブというのはよくあるんです。アウトインアウトって言ってよく言いますよね。ありますね。なんかちょっと一番距離を長く取っている。そうそうそう。だから、まあさっきとなんかもそうで、はい、一番速く走れるうん、コーナリングラインですって言うけど、でもこの道路でアウトインアウトなんてやったって、じゃあアウト行った時にまだ曲がってたら、そのままはみ出してしまうっていうか激突してしまうんで、うん、そうはいかないじゃないですか。はい、で、大事なのはその余裕を持つためにどっから曲がり始めるかっていうことから言うと、アウトインアウトではなくてインアウトインみたいな、曲がってる時間を短く取るという、はい、でちょっとね言葉で言うと分かりにくいのでちょっとこうイラストで見せてはいるけど、実際に走ってみないと分からないと思うんで、はい、僕が先にあ、その走っていくからそそここを後をなぞってを追ってみて、あ、こっから曲がるんだ、あ、本当だ、これだとすごく余裕が残るわっていうのをちょっと経験してもらおうかなと。はい、ぜひ。で、大事なことはね、山の中のワインディングはオートバイはバンク角ではなくて、そのブレーキをリリースとかそういういろんな他のことでオートバイをあんまり傾けないで寝かさないで曲がるということができるようになることが大事なのね。あ、そうなんですね。そう、はい、なので、これも含まれていくので、うん、その短い間に曲がってしまう、うん、なるべく瞬間的に曲がってしまう、位置決めして曲がってしまうということをまず覚えると、はい、きっといろいろ分かってくる。そうするとこう選択できますもんね、自そうです分でね。自分で組み立てができるんで、というんでちょっとまずは体験してみましょう。はい、はい。
ね、どうでした？はいまず僕がね先にね、先に走って前にお手本を見せて、ついてきました。はい。多分ああいう走り見たの初めて。いや、なんかもう全然違くて、今までと。はい。なんか根本さんのその後ろについて行ったんですけど、そのポイントが見えるようになりました。何のポイントですあのか？結構まず最初にアウトからうん今まではどちらかというと道の真ん中かアウトからこう入るカーブってアプローチがねそうなんですよ、はいアプローチするって思ったんですけど、その結構インコースからインカットしますね。はい、はい。インカットしてでその先で曲がるじゃないですか。カーブの中入ってから曲がってそうます。はい。だから結構大丈夫かな大丈夫かなって思ったんですけど、この曲がるポイントのところがちょっと光って見えるというかなんかここで曲がるんだっていうポイントがなんとなくわかる。じゃあ後ろから見てるとずっと行くけど多分あの先のあの辺で曲がるのがそうなんですよそうなんですよ。読めてきた。だいたいおー読めてきて、いうねで、はい。そこのところのポイントに行くと結構自然とこう体重移動がしやすいというか、結構苦手なんですけど曲がりやすくて、そうするとバイクが勝手にこうふっとカーブしやすくてヒュッと上がります。はい今までは結構こうアウトコースの方にずっと行ってなんかこう広がりすぎてどうしようみたいなのが結構多かったんですけど、まあ何よりね、うん多分今まではどっから曲がるもなかったんだよね。そうですね。というのがああやってこっからってなったらでもじゃあ曲がりやすいはいいけどどうでした？余裕あるよねあの方が。すごい全然余裕があるし、うん大丈夫かなって思ってもその方が曲がりやすいのでそう逆にこう次への準備というか立ち上がりがはい。すごいスムーズで早かったです。実はねあれは曲がってる時間つまり旋回をしてる時間が短いんです。うーんその一瞬のとこでパッと向きを変えちゃってるからであとはもうそのまま出てくだけ、次のポイントに向かって走ってるだけなので、ええどっちかっていうとその普通の人が考えてるのは寝てる時間が長いやつ、うんでもねうんこれって実はこう自由度がないから少し違ったなと思ってからうわーもうちょっと頑張るかなみたいになっちゃうよね、うんああやって短いところでパッと決めていくと次ってできるので、はい、結構余裕がそうできますね。うんでこれがまた私が先になると結構難しくて、ねそうなんですよ。自分でやってみた。そうやってみた時に、なんとなくその曲がるポイントその根本さんと同じここら辺だろうなっていうポイントは見えるんですけど、もう見えてるんだ。そう気持ちは見えてます気持ちが見えているでもそこにこう入ると、うんそれは入り方なのか同じようにやってるようでもやっぱりこう体重が入りきらなかったりでこう結構外に行っちゃったりとかやっぱりこうまだしっくりこない部分が多くて、うん、いやいや後ろからも見ていてうまくいく時もちゃんとある。はいでおうまくできたじゃんと思ってることもあるけど確かに、曲がりますってやってるんだけど、実はオートバイは何も起きてないってことがあってでそうするとやっぱりもちろんだから外側に近くなってしまうもともと外からやってるから、ね、でこれはね大事なことはその時にまあこの前もそうだけど、特に右とかねはい体重移動重心移動がしっかり下にっていうのがそこではっきり切り替えられてない、でね、まあもちろんこれはやってだんだん練習していくしかないんだけど、はいブレーキを使うとか今度他にも実はそれをはっきりこの場所だったら必ず曲がりますよっていうまだプラスアルファのテクニックがあるんだよね、これを一緒に加えてあげれば、はいさっきやってたああ曲がんなかったっていうのはなくなるの。そうなんですね。そうなんかその曲がんなかったが結構自分の中の、なんていうんですかまた心配材料みたいになっちゃうんで多分曲がるポイントはいいと思うんです。ただその後のこう、立ち上がりというか、スムーズさがまあでもね、大きな変化があるなと思うのは、自分でうまくいったうまくいかなかったが、分かるようになったのは、そうすごい良かった。大きいよね。だから逆を言うとすごくうまくいった時ってすごいこうスムーズ軽さが出るというか、バイクなんか本当にバイクと一体となってるというかこの軽さがすごく分かるのでなんかその時に初めてこう自分がうまくいったなっていう、なんかこう積み重ねになるなっていうのはすごい感じます。うまくいかない時はもちろん分かるしそうそれができたね分かるようになってきたってことは大きな違いで理論的に考えて
まあまあまあ、そう説明ができる。いうねまあみたいな感じで、はいじゃあね、さっきも説明したそのブレーキを使ったら、もうちょっと特定できる、必ず曲がる、うん鋭く曲がるっていうきっかけで、そのきっかけにあと重心移動をもっと足してあげるはいということを次回覚えて、はいこれをちゃんと完全なパッケージにして、本当はその先にトラクションとか、あとカーブの複合、うん途中でほらカーブまた曲がってるとかあるじゃないですか、はいあれをブレーキ使ってもう一遍曲がる、うん曲がってる最中にまだ曲がれるっていう、それできまだまだるとそうそうそう、結構すごい。いやもう無敵、はいね、ちょっとやれるように早くやれるようにと頑張ります。いうのをこの先頑張ってやってきますんで、はいね、ぜひぜひ皆さんもね、参考にして、危なくないリスクのないで、まあ醍醐味のあるうん楽しい楽しくライディングをしてほしいですね。はい。